今、韓国ではお店が静かに消えてます。しかも衝撃的なのが、地方の話じゃないんですよ。ソウルの話です。韓国でも一番の繁華街、カンナム駅での話です。なぜ韓国で自営業の後輩店が止まらないのか。実はこれ、韓国人が怠けたとかじゃないと思っています。今日は旅行やニュースでは見えない韓国経済の裏側を3つに分けて説明します。1つ目、現地自営業者からの声。2つ目、統計で見えた残酷な現実。3つ目、配店が止まらない理由です。2026年2月の韓国経済新聞のニュースを元に解説しますね。一つ目、現地自営業者からの声です。これはね、先ほどの新聞で載った声なんですが、かなり衝撃です。読んでいきますね。本来なら、この時間は客で満席のはず。でも今は、うちの店どころが通りに人すらいません。と話しました。その場所はソウルのカンナム駅ですが、日本で言えば渋谷と新宿と六本木を混ぜたみたいな場所です。韓国の20代、30代の会社員、大学生が金曜の夜に集まる超一等地です。普通なら産業サーブルの煙、チキンの匂い、焼酎グラスのカーンっていう音、会社員の笑い声、タクシー待ちの行列、それが韓国の金曜日の夜のカンナム駅でした。でも今は違う。記事では燃える金曜日ではなく凍った金曜日と書かれていました。実際に20年間事業してきたヨーロッパ風バーの店員さんがこう話しています。昔は1日に 2.5 回転した。でも今は1回転するかどうかになっています。これ飲食経験ある方ならわかると思うんですが、例えば20席の店なら先ほどの話で言うと昔は50人来てましたが今は20人前後しか来てないですって話です。売上が半分以下ってことですね。でも家賃は下がらない。電気代も上がる。韓国は最低賃金もここ数年でかなり上昇しました。今は多分1100円とかですよね。つまり客だけ消えたのに固定費だけは重くなっています。さらにきついのが平日ですよね。ある居酒屋の店員さんはニュースでこう話しました。週末はまだマシですと。でも平日は客がゼロの日すらある。客ゼロっていうのは、誇張なのかもしれないんですが、それぐらいのレベルになっているってことですね。問題はこれがカンナムでってことです。日本も似たような状況かもしれないんですが、地方のシャッター街ありますよね。で、今日の話っていうのはシャッター街の話じゃなくて、ソウルのトップクラスの繁華街であるカンナムでの話が今のこの話なんです。しかも記事では夜だけじゃなくてランチの客まで減ったと書いてあります。で、二つ目の話は、統計で見えた残酷な現実です。ここはちょっと怖い話になります。この話を見て、統計からは、個人の努力不足というレベルではないかなというふうに見えました。まず一つ目、韓国の飲食店の廃業率を見ていきましょう。これがですね、2025年 11.5% まで上がりました。100店舗あったら、1年で11店舗以上が消える計算です。しかも、もっと恐ろしいのは、これが一時的な不況じゃないということです。5年前、4年前は 8%、9% でしたが、3年前、2年前、1年前で 10%、11%、11.5% と、じわじわ毎年悪化しているということですね。この数値は過去10年で最悪の数値です。で、2つ目は、不況でも新しく店を出す人はいるじゃないですか。それが多かったら多少バランスは取れるんですよ。でも今の韓国は新しく店を出す人より閉店する人の方が多いって話です。ついに逆転したという話です。2025年を見てみると、新規開業が約9万7000店なんですが、閉店の方が約11万4000店だっていう話です。つまり街から店が消えていってるって話ですね。チキンやカフェ、コンビニ、トッポキや居酒屋、韓国では昔からとりあえず店を開けばなんとかなるという空気がありました。でも、そのような道は今崩れ始めてるってことですね。この新聞では今の話っていうのが2008年のリーマンショックと比較しながら話していました。そのニュースによると。3番目は、自営業者そのものの人数でして、2025年の韓国の自営業者は562万人です。これは前年と比較して4万人近く減ってるって話です。これはコロナの直撃があった2020年以来からすると最大の減少値となっています。つまり今の韓国で起きているのは人気店同士の戦いではなくて生活そのものを守る戦いになってるって話になってるかもしれません。
で、3番目の話です。なぜ閉店が止まらなかったのかって話です。これは韓国社会特有の構造がそのまま関係していると思うんですね。本当に簡単に言うと、自営業者やる人が多すぎましたっていう話です。韓国って、世界で最近イケてる大企業いくつかあると思います。多くなりましたよね。サムスン電子とか SK ハイニクス、このあたりは日本でも知ってる方多いですよね。半導体だったりとかスマホだったりとか、自動車に関係する部品とか、そのものを作ってるというところです。そこはすごくイケてるんですよ。サムスン電子とか1四半期だけで、数兆円の営業利益が出てきましたみたいなニュースになっていますから。でも僕が思うに問題っていうのはそれ以外のところですね。支える層っていう話です。日本だとトヨタだけじゃないですよね。大阪にも名古屋にも地方にも中堅メーカーがたくさんあると思います。でも韓国はこの中間層の会社が弱いんだというふうに僕は感じています。そうなると何が起きるか。大企業に入れなかった若者とか40代で会社を辞めさせられた人、地方で仕事がない人っていうのがみんな自営業に集まるって話になるんですね。で、そうすると自営業に集まって並んでいる風景が、僕は韓国にいたらよく見る風景であります。さらにですね、今大企業の話をしていましたが、大企業の中でもイケてる社員は年収1000万とか2000万、3000万とかもらいますが、問題はもし活躍できなかった場合の話です。日本だと、最近ちょっと変わってはいますが、大企業入れば定年まで安心して働けるっていう感覚ありますよね。で、韓国はまだ40代後半とか50代前半なのに、あなたの実力、成果は高い水準ではないので、この会社から退職金これぐらい上げるので、ここまでにしましょうって話があるんですね。でも50歳ぐらいでリタイアしても、その後も人生ありますよね。住宅ローンとか子供の教育費とか塾代とか親の介護ありますよね。でも年金だけじゃ足りないから、最後なるのが退職金で自分の店を開く。つまり自営業者をするってことなんです。韓国の2025年の経済成長率っていうのは、韓国メディアでも厳重注意レベルと言われる低さでした。だって韓国の経済の歴史を見ると、経済成長率が 1% になってた時代の方、かなり少ないんですよ。しかもですね、物価は 2% 上がっていますと。つまり、給料の増加より物価が上昇しているスピードが高いんですね。すると、この大きな経済で見たときに、人々はどういう行動をするかっていうと、外食とか飲み会とかカフェとか減らしますよね。だって自分の給料に対して物価が上がっていきましたから、だから今の韓国で起きている自営業の閉店っていうのは、韓国根本の構造的な問題、自営業者が多すぎるってことが、今少しずつ社会問題として上がっているのではないかなというふうに思っております。今の韓国って経済でトップ企業を見ると、僕が思うに強いんじゃないかなというふうに思っていますよ。先ほども話しましたが、サムスン電子の1社の利益だけで日本の大企業トップ、時価総額トップ100社を超えるという数字になっているらしいんですね。でも、今日の動画で見た通り、韓国経済を考えるにあたって本当に大事なのはそこだけじゃないかなというふうに思ってるんですよ。これからさらに強くなるために、サムスン電子とか SK ハイニクス、そういった強い企業もいいんですが、それ以外の普通の人が安心して働く企業をたくさん増やすことに一番注力して、その層を分厚くするっていうのが、僕が仮に大統領になったら目標にするんじゃないかなというふうに思いました。そこが本当に韓国が向かうべき勝負なんだというふうに個人的に思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、パクンでした。アニョン。